こんにちは。今日のお題は何ですか？あつしさん、私は言語化能力のあり方が分かりました。おお、これは現代日本に生きる全人類が欲しいと思っている能力ですかね。そう、まさに語彙力ないな私。この解消方法のステップ1を今日は皆さんに開示したいと思います。おお、開示してくれるのか。開示することによって重力が上がると。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日みんなに覚えてほしい言葉が2つあります。はい。1つ目はパッシブボキャブラリー。パッシブボキャブラリー。はい。パッシブっていうのは受け身なっていう意味ですね。受け身なボキャブラリー。語彙ですね。で、2つ目。2つ目はアクティブボキャブラリー。アクティブボキャブラリー。自発的な語彙。はい。で、英語で調べたらプロダクティブボキャブラリーとかともアクティブボキャブラリーは言われたりします。で、この2つの言葉は私が最初に出会ったのは外国語学習の時、英語とかフランス語とか中国語とかそういう外国語を勉強する時にそのボキャブラリーっていうのは2つあるんだよみたいな。パッシブとアクティブがあってみたいな。で、パッシブボキャブラリー、その1個目のボキャブラリーっていうのは何かっていうと、話してて聞いた時に意味がわかる、もしくはなんかこう本とか読んでて言葉出てきて意味がわかるっていう言葉がパッシブボキャブラリー。それがパッシブボキャブラリー。はい。で、じゃあアクティブボキャブラリーっていうのは何かっていうと、こういうふうに喋ったりとかなんか書いたりする時に、自分が自信満々で使える言葉っていうのがアクティブボキャブラリーなわけ。だから思いついた例を言っていいですか？もちろん。僕会社で働いてる時に、全体の会議の中で、貸担保責任っていう言葉が出てきたんですよ。貸担保責任ってそれを普通に聞いて、よく分からなかったんで、ズームの会議やったんで手元でパワーって調べて、要するに物を売った人が物を買った側の人が、そのものを使ってる時に、なんかその製品に不備があったと、瑕疵があったと、する場合に売った人がそのなんか不備を保証しないといけないみたいな制度というか法律というか、そういうものを貸担保責任って言うんですね。なるほど。で、僕はそれを知った時に貸担保責任の意味は分かったと。ただそれを自分が会議とかで自分で自発的に言うことはありませんでしたと。そのような役職にもまだ行ってなかったし、それを言うような場面にもいなかったけど意味は理解できるようになったってことで、これはじゃあパッシブボキャブラリーになると。そうです。貸担保責任という単語を俺にとってパッシブボキャブラリーであると。そうやね。いうことですね。そういうことです。わかりました。はい。で、このパッシブボキャブラリーとアクティブボキャブラリーっていうのは脳の中でこの保存されてる場所が違うらしい。そうなんや。めっちゃ簡単に言うと、パッシブボキャブラリーっていうのは聞いて意味がわかるっていうことやんか。で、アクティブボキャブラリーはこういう出すときに自分の頭の中でなんとなく想像してるこの四足歩行で耳がついてて鼻が長くて背が低くて胴長で足が短い動物、ダックスフンドや、みたいな感じでどんな感じ分からん自分の頭の中のイメージがまずあって、それを言葉に落とし込めると。そうやね。それはアクティブボキャブラリーですと。で、例えばそのダックスフンドっていう言葉のを
を文章にうまく入れ込める。はいはいはい。それダックスフンドやないかいっていつ言えばいいか分かる。まあでもそういうシンプルにオタクが飼ってる犬はダックスフンドですかでいいんじゃないの。そうダックスフンドやないかいじゃなくて道端でパッてダックスフンドを見かけた時にはそれダックスフンドですよねって言えるってことやね。そういうことです。はい、それがアクティブボキャブラリーですと。はい、でですね、まあパッシブボキャブラリーっていうのは、もう今現代生きてたら、自然にどんどん増えていく。そうなんや。まあ、スマホとかでいろんなやつ見たり聞いたりするじゃないですか。はい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 。で、例えばまあなんか流行語とかもどんどん新しい言葉とかできていくじゃないですか。はい。ちょっと我々も若者ではなくなってきたから最新の流行語分からんけど、なんかメロイとか。メロイね。もうこれは俺は言えてるからアクティブボキャブラリーって言ったよな。そういうことです。なんかそれで言うと俺パッシブとアクティブの、パッシブが増えてるよっていう例があって、なんか車の部品の名前とか。最近 YouTube で車のこととか調べてて、からその動画のサジェストでよく出てくるようになって、ショート動画とか YouTube の。だからそれでよくその車の部品がどういう働きをしてるかみたいな、説明とかがあるんよ。だからこれは俺にとってパッシブボキャブラリーやから何の部品だとかは一切言われへんけどこの部品がなんて名前か分からんけど、例えばタイヤ、車が曲がるときにこう曲がっていくときに左の車輪と右の車輪の回転率は違うの。内側の曲がっていく方向に対して内側にあるタイヤの方が回転数は少ない、外側の方が多い。それを調整する部品があるでそれを動画で言われた時はあれね、そういう、あの部品のことかってなんねんけど、分かんねんけど今は言えない。今は言えへん。これパッシブボキャブラリーの最たる例ですよね。そうです。こうやってどんどん増えていってると。なるほど。で今淳さんめっちゃいい例出してくれて、さっきのことみたいにその起きてることっていうのはめっちゃ全然分かるんやけど、人に話そうとするとうまく言えない。これが人がなんかうまく説明できるとか語彙力がないって感じる時の状況と似てると思う。なるほどね。俺そういうことか。例えばなんかの映画とか見て感想言おうと思った時に、もちろん何が起こったかは映画見てたから、なんとなく分かると。ここでなんか海辺でヒロインに、主人公告白したとかね、なんかまさかあいつが犯人だったなんてとか、そういう映画の一連の流れはもちろん分かるけど、さていざ感想となった時に何を喋ったらいいか分からへんみたいな。っていうのはその映画の中で受けたそのパッシブなものたちをこのアクティブにできないっていう状態だなって。それが言語化能力がない状態であると。みんなそのパッシブボキャブラリーとしては持ってるんですね。いやそうなんやそうなんや。なるほど。それをアクティブボキャブラリーに変換できていないと。そうなんですよ。それじゃあどのようにしたら変換できるようになるんですか？はい、ありがとうございます。まあでも今までまずこの違いすらもその認識せずに生きてきたわけやん。確かにね。知ってるよ、それみたいな。確かに。メロイわかるよみたいな。でもメロイの用法については理解しないみたいな。どういうシチュエーションでなんていう言葉にメロイってつけたらいいか分からへんみたいな。まあでも形容詞っぽい感じやからメロイ顔みたいな感じかなみたいなのがあると思うんですけど、私がめっちゃ調べまくった結果、間違っててもいいからその語彙を出力してみることでしかアクティブボキャブラリーは増えへんらしいね。へえ、そうなんや。だから間違っててもいいからメロイっていう言葉を使いまくるか、
例えば日記とかにあメロイをという言葉を使ってうん文章を書くっはいていうことでしかアクティブボキャブラリーは増えへんらしいね。それは間違っててもいい間違っててもいいらしい。間違っててもいいよ、うん間違っててもいいからどんどん言うそへえう。で多分それをしていくことでその自分の中で話すぞっていう時にうんそのパッと取れる言葉ああはいはいっていうのはいがやっぱあって、うんあの言葉どこにしまってたっけっていう言葉とかっていうのはそのパッとは出てこうへんわけじゃないですか。なるほどでそのメロイをそこからどんどん間違っててもいいから使っていくことによってなんとなくパッと出てくるっていう領域に持ってくることが語法が間違っててもいいからどんどんやっていくっていうことが重要らしくて、なるほどねその脳のなんか書くぞっていう時の思いこのベンチにメロイを入れなあかんねん。今メロイはベンチ入りしてなくて3軍やからなるほど試合に出れないんですよ。なるほどその選手登録されてないからうん試合でいざおメロイって思ってもメロイは甲子園球場の上から応援してるから試合には出れないのよ。なるほどだから間違っててもいいからどんどんアウトプットして少なくともベンチには来させるそうなるほどねっていうことが分かってますと。はあでそのさらに面白いのが、うんそうやってさそのアクティブをこう増やしていくとうんその例えば映画見るとか本読むとかっていう時に、そのアクティブが含まれてることがあるよね。あこれ私のアクティブボキャブラリーだっていう単語が含まれてるものを見たり聞いたりするはいはいはいとした時にそのコンテンツ全体の理解するのが早くなるらしい。へえアクティブボキャブラリーの方が腹落ちするみたいなことかへえそうなんや、っていうのもあるらしくてだからそれをこう続けていけばアクティブも増えて全く新しいことを見る時でも、そのアクティブ探しができてアクティブ探しその初めてのコンテンツの中でもこれ私のアクティブボキャブラリーやみたいな、でここら辺から理解を始めるみたいなとかなんか感想とか言う時も、ここから始めるみたいなパターンができるというか。なるほどじゃあそのあれね映画を見て何かそういう感じたものがあって、その感じたものの中にアクティブボキャブラリーが1個ポツンってあればそこからその感じたことを徐々にどんどん輪を広げていくように言語化できていくと、映画を見ていで犯人は犯罪を犯したシーン犯人が、犯罪を犯したシーンがありました、でなんか例えばその時の犯人の気持ちみたいなのが自分の中でめっちゃ腹落ちして、それをこう説明できるぐらい、その気持ちがアクティブになったとする、すると違う映画見て違う人がなんか悪いことしてる時に、あの時の犯人の気持ちに似てるなみたいな。なるほど。じゃあ例えば A という映画で犯人が犯罪を犯していましたと、じゃあ人を殺していました、で犯人はじゃあ人を躊躇しながら殺していたとしましょう、でじゃあその見てる私は躊躇というアクティブボキャブラリーがあったから、躊躇という言葉でそれを理解できたと、じゃあ私がまた映画 B を見た時、その犯人はじゃあ快楽殺人者みたいな感じだったとしよう、でも俺はじゃあ快楽殺人者っていうボキャブラリーがなかったとして、彼は躊躇はしていなかったみたいな風になんか理解できるみたいな、そういうイメージか、なるほどなるほどね、こう取っかかりとして理解できていく、そうだね、なんか仕事とかでも役には立つと思ってて、そういうまずパッシブですらない、聞いても意味わからへん言葉をパッシブにする、である程度パッシブが集まってきたらパッシブをアクティブになるようにとりあえず自分のベンチ入りさせる、
ていうことをしていけばパッと話せる時のこのストックが増えていくから、その自然にというか、まあなんか話す時のどうやって言葉にしたらいいかわからんみたいなのとかは結構減っていくんじゃないかなみたいな。でまあ語彙だけに限らず、例えばなんだろうな、言葉以外でもピンとくるものとかもあるとは思ってて、まあ今は分かりやすくボキャブラリー語彙に限って話していったけど、このシーン自体に見覚えがあるとか、例えば映画だったら、例えばなんかこのカメラでこういう撮影方法、ワンカットでこのシーンを回してるとか、っていうのが、あ、こんなワンカット撮りっていう方法もあるんやみたいな、なんか臨場感が生まれるんや、へえみたいな、多分 1,2 回見たらそれがそのパッシブになって、そのパッシブな撮影技法というか、になって、そこからアクティブにこのシーン例えばワンカット撮りでやったらめっちゃ臨場感生まれていいんじゃないみたいな、とか、その映像作品を見た時に、見ながらストーリーを理解しながらも、あ、このシーンはワンカット撮りで撮られてるなみたいな、分かったりとか、って言いながら思ったけど、でもこれってワンカット撮りっていう言葉でもあるから、ちょっと難しいんだけど、その言葉語彙を増やすことによってまあ切り取れる世界の場面がどんどん増えていくなっていうのは思ってて。なるほど。それをしていくことで語彙力増えていくんちゃいますか？そうですか。わかりました。なるほどね。そうやってじゃあ増やしていくと、いうことですね。まあとりあえずじゃあ聞いた言葉を使ってみるしかないってことね。そうすることで、語彙が増えるだけではなく、自分が認識できるイメージなど世界も広がるということですかね。イエス。はい。わかりました。試してみます。そんな感じでみんなの語彙力が増えて、面白い文章がいっぱい世の中に増えたら、綾香は嬉しいです。はい。わかりました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。